にちは。今回は戦隊レッド異世界で冒険者になる第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。恋を自覚した。おほ。ニューヨーク来た。おったい湯気がある。おっぱい湯船。この作品はもっとサービスシーンを増やすべきだわ。ワンランク上なら円盤カーか。おっぴろげ。入浴時に髪を言ってる作品は合格。見えない。見えないわ。太ももられた中だな。イドラエロすぎやろ。こいつエロすぎだろ。父マジででかいな。エッチな絆きた。これはテコ入れかい。積極的でいいね。おまるパイおまるパイ。すごいサービス界だな。あ、サチュンにある。おい、鈴木は夕べはお楽しみでしたね。完全に事故。これは事後。伴奏合体。やめろ。断層合体。合体されました。こいつら合体したんだ。うまくしちゃったか。断層合体。伴奏合体を隠語にするのよくないぞ。アクエリオンよりちゃんと合体しとる。あなたと合体したい。つまり合体してバーンブレイバーンになったと。初めてもらっちゃったんだ。その知女の格好で謁見していいのか。伴奏合体という新たなパワーワード爆誕。いかにも怪しい顔。皇帝の側近は大体悪いやつ。絶対悪人の顔じゃん。どう見ても悪人顔。の顔が魔王になりそう。わかりやすい悪人。仲良いんだかなんだか。シャウハなかなかいいキャラじゃん。シャウハさん結構良い人。ちゃんと国の上に立ってるだけあって人使うのうまいな。イドラとは大違いだ。結構急に終わったな。思ってたよりラブ展開が多いんだな。まあ戦隊ものにも恋愛はある。漫画作品だからなろうとは違ってしっかりしてるな。同じことは悪役令嬢天聖おじさんにも言える。今期は合体するアニメ多いな。最後は現代に一緒に行くのか。伴奏合体が卑猥な言葉になってしまった回。終わると伴奏合体とおっぱいしか頭に残らない。死女が陥落するのかなり早かった。今週は爆破がなかったから寂しい。イドラさん落ちた。イドラさんと伴奏合体。意味深。こいつら伴奏合体したんだ。伴奏合体したんだ。クソワロタ。サブリミナル家もミニテルティナ様も可愛かったけど、伴奏合体に全部持っていかれた。原作通りだったんだぜ。同じガンガンの不徳のギルドはコミックで色々解放されてるのに。やはり原作買うか。別に黒髪ロング太眉巨乳魔法使いに惹かれたからじゃなくて、戦隊ものが好きだからなんだぜ。伴奏合体も良いけど、理想の朝活動後のもう二度とやらないでくれが聞けて満足です。どっからあんなドス声出てんねん。今回も良かったな。イドラの背骨心配だけど。レッドは女に全く興味ないやつかと思ったら、そうでもないのが意外だった。想像以上に原作まんまの伴奏合体だった。今回やたらサービス良かったな。シャウハはそれほど悪人ってわけでもなさそう。イドラはおっぱいでかいのも良いんだが、ところどころでかっこいい顔してんのも魅力ある。丁長。今回はお色気シーンがあって嫌いじゃないとか思ってたら、思いっきり下ネタぶっこんで吹きました。伴奏合体 SE の悪用の仕方天才すぎる。見るのに集中してて突っ込み損ねたけど、伴奏合体をピーヨンの代わりに使うんじゃねえよ。父の敵っぽかったシャウハが割と彼女の道理で動いてる人物で、魔族や第一王子のもっと大きな問題の前に協力関係になるあたり、なかなか面白い語り口してる。今回のサブリミナルテルティナ様、あれだよな。またこの制作陣はアニメに出せるかわかんねえもんを強引にねじ込んできやがれ。力強い追跡やイドラさんのお風呂シーンも良かったけど、やはり伴奏合体が印象に残ってしまったな。伴奏合体を連呼するテルティナ様、強い。いやー面白かった。イドラが東母の話の途中で飛び出してくところの演出は
アニメならではって感じだったな。あと伴奏合体のシーンは最高のアニメ化だった。本当にいいスタッフに恵まれてるなこのアニメ。回想シーンの怪人の声が恐竜ブルーこと金城大和さんで笑った。目指す魔法の理想の違いから対立するイドラとシャウハ。誰より絆の力を信じると語だからこその言葉で、イドラに和解を促したのが実にらしくてよかったです。それはそうとイドラとトーゴは伴奏合体したのかい、しなかったのかい、どっちなんだい。ダリエルは自分の野望がうまくいかなくて、終盤のボスキャラとしてトーゴたちの前に立ちはだかりそう。テルティナも言っていたが、トーゴとイドラが絆エネルギーを調べた次の日が伴奏合体をした後にしか見えない。トーゴたちはなぜ砂漠を突き進んでいたのか。便利な道具も使い手次第。難しい夢だからこそ叶えてほしいとレッドはイドラに伝える。その言葉にイドラは惚れる。最後にシャウハと話し合えてよかったですね。絆エネルギーが異世界にあるのも謎深まる。緊急絆フロアープと伴奏合体に笑いました。ちょっとセクシーな伴奏合体いたよね。イドラとレッドの互いの感情がまあまあでかいので甘酸っていのでうまいんですが、シャウハからイドラの感情クソデカなのは白米パクパクですわ。イドラちゃん、レッドに自分の夢を否定されたと思ってたけど、レッドは諦めずに頑張ってほしかったんですね。それとイドラちゃん研究のためにレッドを調べたのは良かったけど、いろいろとやばかったやろ。引き続き面白い。マナメタルをめぐって現実世界と異世界のつながりが見え、その解明のためにはあらゆることもためらわないイドラが可愛らしい。意外と大人な関係も描写されていて、ノリとはちぐはぐな気もするが、そこは新鮮味として受け取ることにした。今度から使ってみます。伴奏合体。レッドは基本物事をしっかり考えたりと柔軟な思考を持ってるんだなと改めて感心しました。シャウハとか王子とか対立する相手とどうしていくか的な話でしょうか。原子の結合も絆だとか、暴走したらバラバラになりそうで絆エネルギーコア、伴奏合体連呼は隠せてるようでそのまんまなようなノリが中高生でした。二人の魔導士の理想と王家の目論みが絡んで政治的な要素も強くなってきた。今回真面目なお話を中心にしながらもサービスカット満載でちゃんとバランスをとってるあたりも見事なのです。あとイドラちゃんとシャウハさんのユリ展開にも期待。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。